ドロップスドロップス、エマのパワーチャージチャンネル。こんにちは、エマです。ピルクです。皆様お元気ですか？すっかり涼しくなって秋になりましたね。エマは今までこの部屋エアコンないんで、すごい汗だくでやってたんですけど、すごい涼しくなって快適です。はい、今日もよろしくお願いします。I love you. はい、さて今日のテーマですが、魂はどこから来たの？ということで、超スピスピなお話をします。超スピスピなんで、聞いててちょっと気持ち悪いとか拒否反応がね、起こったりする、超スピスピなので、っていう感じに思う方もいるかもしれないし、あとはなんかよくうちの子供とか昔あったんですけど、もうなんか聞いてるうちに気持ち悪くなっちゃってもういい、もう無理みたいななんか人間って自分の今いるフェーズのよりこうキャパを超えたお話になってくると、拒否反応が起こったりとか、気持ち悪くなったりとか、頭痛くなったりとか、体調悪くなったりとかするんで、そういうこともあるので、そういうふうな症状が出てきた方はもう即視聴を中止して休んでください。はい、で、エマもなんかこうよく地球は3次元って言われますけど、なんかもう十何次元まで本当はあるらしいんですよ。でももう今も6次元以降の話になると意味が分かんなくなって頭もなんかもやもやってしてきて、なんかもういやって思うんで、はい、なんかもうそういう症状があったらもう無理せず、はい、途中でやめてくださいね。さあ、では魂はどこから来たのっていう本題に入りますが、今もこうなんかこう自分の中でこんな感じかなってこう今まで学んできた中で理解はしてるんですけど、人によってそのなんだろう、ちょっと細かい部分が違ったりとかするんで、その辺は皆さんもこう自分の感覚でこういう感じかなっていうふうに捉えてもらえればいいかなと思ってます。はい、じゃあちょっとね、今日絵描いていこうかなと思うんですけど、いやでもさ、魂を絵描くってさできないと思うんだけどなんかね、イメージまずこう魂のそもそもの根源ってこう宇宙にあるんですよ。で、宇宙の銀河とかはるか彼方の宇宙の方で、その大きいソースってよく呼ばれてるんですけど、そのソースが一番魂の始まりみたいなんですね。で、そのソース、絵はイメージだから描けないけど、丸っていうかワンワンしてる感じ、なんか形なきワンワンしてるこれはい、ソースです。宇宙のソース、はい、ソースじゃないです、ソースですはい寒いで、このソースがですね、こう人によってこうバンと弾けたっていう人もいるし、こう細胞分裂みたいにしてこう分かれていったっていう人もいるんですけど、とりあえずこのソースさんですね、ソースさんこの間この間出した動画で、もともとの自分はこう幸せな自分のデフォルトっていう動画上げたんですけど、お話ししたんですけど、そのまさにこう何でも叶えられる、何でも叶えられる自分みたいな感じだから、もうなんか私って本当はどんな存在なんだろうってこのソースさんが思って、じゃあその
自分体験の旅に出ますバーンって感じにこうなんかたくさんの魂に分かれて、多分ねちょっとなんかイメージと違う感じだこんな感じにこう分かれて、で地球だけじゃなくていろんな星にこう行ったっていうふうに私は理解してます。でこれちょっと今結構同じサイズにこう下の方になっちゃったんだけど、多分こう大きく最初分かれて、でこうだんだんこう小さくやっぱ細胞分裂みたいな感じでなってるんだと思うんですよね。だからそのこのグループソウルみたいなちょっと大きな塊の中からまた小さく分かれていって、その一番こう末端の魂っていうのが私たち一人一人の魂になっているというところですね。で次このじゃあこれがちょっとこう大きな塊の魂だとして、この分裂した魂さんたちがこうそれぞれどっかの星に行くわけですけど、で地球に来た時そう地球も同じなんですよ。でついちゃったよついちゃったで地球これねこんな感じなんか地球に来た時もそうでこう個々の魂で地球に来て、ここでいろんな学びをしようって言って生まれてきてるわけなんですけど、まあ、地球に来る時にこの1個の魂がですね、1個の魂がですね2つに分かれて、よく陰陽のマークで表されるんですけどですね。でこの2つに分かれて、さらにそうだから1個の魂がさらに2つに分かれて地球に降りてきているって言われてます。でそれがツインレイパートナーって言って、最近よくスピ界ではもう常識のようになってきているかと思うんですけど、魂のパートナーと呼ばれる人ですね。でだから魂のパートナーツインレイは誰にでもいるですね。私にもいます、はい、でそのツインレイのパートナーと出会うとなんだろう、スピリチュアル能力が開花したりとかしてきて、こういうなんか宇宙に目覚めていくっていう経緯があるんですけど、まあ、私もその口で、ね、なんか知らないうちにこんな流れに乗ってこうどんどん宇宙にこう身を任せてってる感じなんですけど、はい、なので皆さんにも必ずいるツインレイパートナー、それが、まあ、そういうその起源をこういう、ね、宇宙のソースっていうことらしいです、はい、じゃあ地球って今までどんな星だったかっていうと、その二極化違うか二元性の星、ちょっと専門用語は分からないけどとりあえず、いい悪いとか男女とか光と影とかね、そうなんか対極の星だということだったんですって、はい、なのでなんかもう善悪を判断するとか、自分の意識の中に染みついてませんかね。なんかそういうこれはいいこれは悪いっていう判断しちゃう、まあ、でもそれが悪いわけじゃないですけど、それが悪いわけじゃないけど、その感覚として何か一つの物事を見たときにこれはいいよねこれ悪いよねってこう自分でこう判断するとか批判するとかね、ま
そういう星だったんですよ。だからなんかその自分の判断基準と合わない人が出てくると、あの人は良くないみたいな意識もあったりとかする。でもそれも学びなので、それはそれでよしです。でも本当はそのいい悪いだけじゃなくて、別にどっちでもいいんですよ。なんかいいとか悪いって判断しちゃったけど、どっちも別にその人の正解なわけで、全部正解だよね。なので人を批判する必要もないし、自分自身の行動に対してもその批判する必要はないけど、やっぱりこういい悪いの判断基準で決めてしまうと、そのあれですね、大元はこう自分のこの今までやってきた行動とかをこう批判したりとか責めすぎてしまって、でその気持ちが、どんどんこう周りにも現れて、で周りのことも許せない、自分のことも許せないから周りも許せなくなるみたいな感じでこう争いが生まれたりとか、そういう風になってたわけですね、今までね。はい。で本来はその魂はこうどこの星にでも自由に行けるような存在なんですけど、ちょっと地球に学びに来た人たちはなんかね、今までも地球でしか生まれ変わりができないようなシステムの中にいたんですよいいよなんでそれはちょっとこう宇宙の闇と呼ばれる存在とも関係してくるんですけど、そうですね、その闇さんがですね闇って聞くと怖いけど、そんな自分たちはそれを学びに来させてもらって、闇さんと契約してただけなんで、契約が終われば終わるんですよなんでそういう契約のもと、そういう闇な、ね、苦しい体験をたくさんするっていうのを目的に来てるからもそうだったんですけど、なんですかな、魂は何度も生まれ変わるんですけど、生まれ変わりの中でその前世でやり残したこととかがあると、あれをやればよかったとか、ああしたかったとかっていう心残りが出てきて、その心残りをもう一回やり直すために地球に生まれ変わるっていうことを繰り返してきたんです。永遠とそれをずっと繰り返してきたんですよ。でなんかもう本当は十分に体験したから卒業して他の星とか行ってもいいし、また地球で生まれ変わってもいいんだけど、その中にはあまりにもそれを繰り返しすぎて、輪廻ですけど、輪廻って言いますけど、それを繰り返しすぎて抜け方が分かんなくなっちゃった人とか大勢いると思うんですよね。なのでこの時代ではこういうシステムになってたよっていうのがこうどんどん情報公開されて、抜けたい人はじゃあ抜けましょうみたいな感じ。その宇宙さん自体もう地球のそのシステムもいいでしょうみたいなもう十分学んだでしょう、だからみんなで幸せになる方向にこう方向転換していきましょうって言って、宇宙さん自体がそうやって動いてるので、そうですね、宇宙さんの時代がちょっとごめん、これの絵と合ってるか分かんないけど、地球もその苦しい星じゃなくなる、苦しい星はもう抜けましょうっていうことで、はい、素敵な幸せな星になっていくように今移行している時です。はい、というわけで今日は魂はどこから来たのというお話をしました。はい、魂はここから来ました
雑な説明がここから来たんですよ。だから究極で考えるとあれですよ、みんな一つだから、ここに生きている地球のみんな全員一つ私なんですよあなたも私もあなたみたいな、みんな一個の魂ソースなんでね、はい、なんでまあそれ考えるとこう人のことをなんか批判したりするの無駄じゃないですか。なんかだって私だし私のことを批判してるみたいな感じだからなんかね別に意味がないなってなんか最近思うんですけど、はい、そうなんです。なんでまあなんかワンネス体験とか私はしたことないけど、そういう体験をされた方はなんかね、魂って元は一つでみんな一つなんだなみたいな体験もあるみたいですけど、はい、でまあしたことないですけどまだはい、なんではい、こうなんつうのなんていうんだっけ、ワンフォーオールオールフォーワンじゃなくてみんな一つですはいね。でまあ いろいろね、ここからこうグループがあったりとかなんとかなんかね、こう魂のこの塊とかさ、その個人のつながり、ね、とかによって名前がたくさんあるみたいなんですけど、グループソウルとかなんだっけ、ソウルメイトとかなんとかねいっぱいあるけど、まあ、エマが採用しているのはソウルメイト、エマが採用しているのはその出会う人はみんなソウルメイトっていうやつで、なんかあんまり区分けすると分かんなくなってきてるからなんかね、みんな出会う人ソウルメイトだよって覚えておくとすごいなんかね、いやこの人嫌だなっていう時もなんか私の何かを成長させてくれるために現れてくれたソウルメイトだって思えば、なんかどうもありがとうねってなるじゃないですかなんかだから楽しいから出会う人みんなソウルメイトって言ってます。まあ、そのソウルメイトの中にこうね、仮のパートナーもいたりとかまあするけども、なんかそれもね、はい、まあ、おいおい話していければと思っていますですソウルメイトちょっとね面白いです。私のソウルメイトなんかまあみんなソウルメイトなんですけど、その私を人生でこう助けてくれたソウルメイトの共通点っていうのがあって、まあ、ちょっとそれも今度お話ししようと思います、はい、では、まあ、このチャンネルではこんな感じで SP のことも話しつつ、大好きなミネラルウォーターのオタク話もしつつ、はい、でなんかみんなで楽しく地球で暮らせるように、不安とか悲しみとかも感じず楽しく過ごせるように、はい、お手伝いできたらなと思ってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではでは、アンニョン。Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars